こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと緊急で動画を回しているんですけども、朝起きたらですね、MacBook Neo という新しい MacBook が発表されていました。そしてこれはですね、ポチっちゃいましたね。もうすでに実はもうポチり済みで、こんな感じで届くのを待っているっていう状況なんですけど、まだ手元には届いてないんですが、なんで買ったのっていうところだったり、あと結構ね、懸念点もいくつかあるようなデバイスだと思うので、実際どういうアイテムなの、これはどんな人におすすめなのみたいなところもね、考えつつちょっとポチった理由とかその辺紹介していこうかなと思います。というわけで早速いってみましょう。こんな感じでちょっとページを見ながらね紹介していくんですけども、これが MacBook Neo ですね。こんにちは、 MacBook Neo。 特徴、まずこれ 99,800 円、日本円でこの円安の時代に10万円以下で販売される、廉価版の MacBook っていうイメージです。今までの MacBook Air とかよりもちょっと価格と機能を抑えて、だけど手に取りやすい、そもそも MacBook に触れてもらう機会を作るための MacBook っていうイメージですかね。でこれね、もうすでに予約注文開始していて、この動画撮っている時点ですでに予約ができます。到着するのが3月11日っていうところで、これはねもう到着めちゃくちゃ楽しみですね。でどんな特徴のデバイスなのかっていうと、こうペラペラめくっていくんですが、こんな感じでこれ4色展開されてるんです。今回、MacBook Air とかもねいろいろカラーあったんですけど、よりポップで、この辺 iPad とか iPhone のね無印みたいなイメージがちょっと近い感じの Mac ですかね。僕はねもちろんシルバーをポチっているんですが、ピンクだったり、これ今回シトラスっていうモデルが出ていたり、インディゴとかね、個人的にいいのがこれキーボードです。これキーボードはめちゃくちゃいいですね。ちょっとねこの辺は後で紹介していくんですが、タッチ ID、カメラ、マイク、スピーカー、この辺ちょっと気になるところではあったりとか、こんな感じのアイテムですね。若干ってなるところ、これ噂通りだと思うんですが、 A18 Pro チップを搭載しているところだと思います。この辺M チップじゃないんだっていうので1個引っかかるんですが、そういうチップとはまた違う iPhone に使われていた、それも iPhone16 シリーズ1個前の世代に使われていたチップを搭載しているっていうところがちょっと特徴っていうか、ピックアップポイントですかね。その特徴を踏まえた上でスペックを見ていくんですが、これ価格が一番上に出てますね。10万円以下のものと11万5,000円のもので、チップも同じもの A18 Pro チップ、 iPhone16 Pro シリーズとね同じチップを搭載しています。でこれちょっと驚きなんですが、価格差はメモリーとか性能面ではなくてストレージの違いなんですよね。いつもだったらメモリーとかねちょっとスペックを上げるために価格も上がるんですが、今回本当にストレージだけの違いですかね。であと細かいスペックはこんな感じで MacBook Neo、 最新の MacBook Air、 あとは Amazon セールとか結構ね整備品とかで安く出ている M3 とかと比べてみると、画面サイズが若干小さくなっていたり、チップが変わっていたり、この辺はちょっとね端折っていくんですが、選べる領域かな、選べるメモリーとかでいうともう MacBook Neo は 8GB だけなんですが、他の MacBook Air は 16GB からになってるんですね。今回 MacBook Air のM5 は。でストレージも Air シリーズがね 2TB とか、今だと 4TB まで選べるのに、ストレージ 512GB までっていうところだったり、あとディスプレイのこれ微妙な差なんですけども、結構これ動画編集とか、あと写真とかっていうよりは動画編集だと思うんですが、この色域って言って色の表現の広さみたいなところだったり、そういうところが Air だとP3 っていうね、この規格に対応している、映画とかでよく使われるような基準に対応してるって歌ってるんですが、この MacBook Neo に関しては sRGB っていう、最低限これぐらいは欲しいよねっていうところの、最低限が保証されてるみたいなイメージですかね。個人的にちょっと気になった点はサイズですね。噂段階だと12インチぐらいって言われてたんで、このスペックでも12インチだったらちょっと欲しいわみたいな感じだったと思うんですけど、蓋を開けてみると、13インチっていうところで、サイズとしてはね実際にこう段ボールを切り取ってみると、こういう感じで、試しに12インチの MacBook もちろん手元にあるんですが、12インチと比べるとちょっと大きいかなみたいな
イメージで、手元に13インチの MacBook Air、 これ M4 のモデルがあるんですが、それと比べると、ほぼほぼ同じ、若干ちょっとちっちゃいかなみたいなイメージですかね。なので12インチ MacBook Pro ほどのインパクトは特にないのかなみたいなイメージで、ここで期待していた、スペックは抑えめだけどサイズがすごく小さいみたいなところではないのかなっていう、単純に空張りと価格で勝負してくるみたいなイメージなのかなってところですかね。ちなみに僕の中でコンパクトなパソコン要因として一番ね持ち出す機会が多いのがこの Surface Pro 12インチで、これだとギリギリハーフデイパックとかね小さいバッグに入るので気に入ってるんですが、それと比べると正直ちょっと大きいかなっていうところで、ハーフデイパックとかには入らないサイズかなっていうのが正直な話ですかね。重さに関しても 1.23kg っていうところで、これは MacBook の Air と同じ重さですね。正直1kg ぐらいで抑えてくるかなっていうのはちょっと予想してたんですが、重さは変わらなさそうです。サイズと重さとかはね今まで通りかなっていう。あとはね細かいところなんですが、スピーカーが4スピーカーからデュアルスピーカーに削減されてますよってところだったり、あとこれトラックパッドが感圧式なんですよ普通は。なんですけど、MacBook Neo に関しては物理的にカチッて押し下げるような構造になっていて、これ結構ね戻ったなみたいな、前の時代に戻ったなっていう感じなんですが、そういうところだったり、あと Wi-Fi6E までにしか対応してないよとかで、もう一つ懸念ポイントとしてはこれ Thunderbolt 4対応のポートから USB3 と USB2 っていう言い方になっています。これは懸念っていうか、速度の問題なんですけど、今まで結構すごいスピードで、データ通信だったりとか、外部出力とかができたのが、この辺がちょっと逆戻りをしてすごく転送とかは遅い、ほぼ充電専用みたいなポートと、一応それなりのスピードは出せるけど速い SSD とかには対応してないポートっていうイメージで、この辺もちょっとね価格を抑えたなりの、スペックとなっているかなっていうところですね。で地味にタッチ ID は512ギガモデルを買った時にしかついていないみたいな謎スペックっぽいですねこの辺は。でもう一つスペック上で分かるところだと、バッテリー持ちとかもねちょっと抑えられてます。重さとかサイズは変わらないのに、バッテリーは結構ね、チップの影響だとは思うんですけど、バッテリーのねストリーミングが2時間減ってたり、ワイヤレスインターネットが最大11時間になってるので、この辺は僕の意見ですけど体感として MacBook Air とかなり差があるんじゃないかなと思います。特に重たい作業とか画面の明るい画面でね作業をし続ける、AI に何かを聞きながら資料を作るとかいろんなことを並行していると結構ねみるみるうちに減っていくところではあるので、実際これ届いてから僕もちょっとどういう感じなのか使ってみたいところですね。はい、スペックと、実際のねどういう印象なのかみたいなのも話しながら紹介してるんですけど、個人的に購入してしまった印象としてはまずやっぱり可愛いっていうところですね。これはちょっと推し活に近くて、推し活といえば推し活なんですけども、 MacBook のキーボードがやっぱり白が出たっていうのがねめちゃくちゃ嬉しいです。この MacBook シリーズって現行で使えそうなモデルって、ほとんどねこういう感じなんですよ。ほとんどがシルバー筐体でこういう感じで、個人的にここが黒っていうのがちょっとね消せなかったんですよね。で MacBook のキーボードで言うと2007年に発売されたこの MacBook がね実はこんな感じで真っ白で、これがいいんだ、これが良かったんだ、これがいいなと思って、こういう感じがやっぱね好きなんですけども、この筐体がプラスチックポリカーボネートじゃないにしてもシルバーでキーボードのカラーがホワイトっていうところがちょっともうほぼ推し活なんですけど、これはねポチってしまった理由の大きなところです。あとガジェットレビュアー的には A18 Pro、これ iPhone の中ではやっぱりね結構ハイスペックな方で、実際に 3D 処理とかあと動画のね書き出しとかもそこそこiPhone だったら早いっていう印象だったんですけど、これが MacBook に転用された時にどのぐらいの速度で例えば動画の書き出しができるのか、そもそも動画編集が行えるのかとか、そういうね MacOS にチップ側がちゃんと対応してくれているのかとか、その辺も含めてね、実際どうなのかっていう、これは皆さんに押すことができるのか、それとも待ったって言った方がいいのかとか、その辺をね、ちょっと見ていきたいっていうところで、
どういうふうに使えそうかっていうのを、検証したいっていう意味もあってやっぱり購入しています。結構この時期にこの MacBook を出すのめっちゃ面白いなと思ってて、日本でいうとやっぱ3月とか4月ってパソコンの商戦期というか、やっぱね新生活が始まるタイミングなので、新しく大学生になるからパソコン買うとか、高校生になるからパソコン買うっていうのがあると思っていて、基本なんかね日本でいうとそこが多分なんか主戦場になると思うんですが、アメリカとかだとやっぱ9月入学とかだから、このタイミングで3月でパソコンが出るってあんまわけが分かんないと思うんですよね。そういうところも含めて意外とこの MacBook Neo っていうのはちょっと日本に当てた商品なのかなっていう気がしていて、で価格的にもやっぱ今円安だから、今まで廉価版だった MacBook Air がめちゃくちゃ高くなって、20万円近くなってるわけじゃないですか。それをこう気軽にポンって出せる、親がいるかって言ったら結構難しいところだと思っていたので、その辺に対して、10万円以下だったらみたいな、僕も大学でパソコン買う時にやっぱ10万円以下の中から選ぶっていうのが結構あって、その時よりもだいぶね今10万円以下ってめちゃくちゃ難しいレンジになっていると思うんですけど、その中でしっかりと使える MacBook が出てきているのかっていうところはねちょっと気になるところなので、今回購入したっていうわけですね。でちょっとね僕もまだすごい調べられてはいないんですけど、性能としてはM1 チップよりもちょっと低いぐらいなのかなとは思っていて、その感覚で言うとそれなりにフル HD とかのね動画編集は行うことができるぐらいのスペックかなと思ってます。でスペックに関してももちろんクリエイター向きではなくて、本当に日常作業でなんかねワード、エクセル、パワーポイントとかを使いながら、AI に、チャットで聞きたいことは聞きつつ、それでねこうウェブブラウジングベースで調べ物をしてっていう、そういう本当に、ウェブとつなぐことで、ただパソコンはインターフェースとしてあるっていうねイメージなんですよ。なのでねフォルダとかファイルへのアクセスが割と高速で、画面遷移とかがちゃんと動く、動画編集できないにしても動画再生とか、そういうのがねもう本当に瞬発力高くパンパン行えるのであれば、結構ねこれは大学生とか高校生に押せるぐらいのアイテムになってくる。あとは自宅用 PC とかですね、普段そんなにクリエイティブなことしないけどやっぱりパソコンはどうしても必要っていう層に押せるようなアイテムになるんじゃないかっていうところが自分の中ではイメージとしてあって、それが本当にできるのかどうかっていうのが今回ね購入してしまったポイントですね。個人的にはねもう少し小さくて、例えばこの12インチの Surface Pro、これ 680g で本体だけで言うと、でこのねタブレット的なサイズで持ち歩けるのが結構気に入っていて、こういう感覚で MacOS 使えるのかなと思ってたので、そこはねちょっとポチった後に気づいて、こういう系ではないんだなっていうのはねちょっと冷静になりながら思ってるんですけど、やっぱりね実際サーフェスとかと比べて性能面、バッテリー持ちどうなのかとか、その辺もね比較できるかなと思っているので、ちょっとこれはポチらなきゃなと思って、推し活っていう前提はありつつも、理由付けをするとそこですね。ガジェットっていいんですよね。毎年新しいのが出るから、ちょっとね昔のガジェットも本当にこう最高なんですけど、可愛いとか言って引っ張り出して使うのもいいんですが、新しいのもね楽しいところなので、今回はちょっとポチってみたっていう感じです。MacBook シリーズの Neo っていう、新しいねネーミングが今回付けられていて、実際どうなんだっていうところはあるので、この辺はまた届いてから詳しくねレビューしていきたいと思います。はい、というわけで今回は本当雑談的な感じなんですけども、この動画終わりにしようと思います。ぜひこの動画気に入っていただけた方、あと過去にもねいろいろなガジェットのレビューとかしているので、 MacBook おすすめアクセサリーとかもあるから、ぜひ見ていってもらえると嬉しいです。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。